皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストの時間です。パーソナリティのあゆみです。ケンです。今日も聞いてくれてありがとうございます。ケンさん、調子はどうですか？はい、今日も元気ですよ。あゆみさんはどうですか？私もすごく元気です。早く今日の話をしたいです。お、やる気満々ですね。もちろんです。早速始めましょうか。はい、始めましょケンさん、突然ですが質問です。う。はい、何でしょうか？忍者は好きですか？忍者ですか？もちろん好きですよ。やっぱり。みんな忍者が好きですよね。海外でも人気がありますからね。じゃあ、くのいちという言葉は知っていますか？はい、知ってますよ。今日のテーマはこれです。くのいちとは何かについて話しましょう。なるほど、面白いテーマですね。くのいち、つまり女性の忍者のことですね。そうです。私、くのいちってすごくかっこいいイメージがあるんです。どんなイメージですか？そうですね。アニメやゲームによく出てきますよね。よく見ますね。ピンクや紫の服を着ていたり、ありますね。髪が長くて綺麗な人が多いです。確かに美人のキャラクターが多いですね。あと、動きがすごく速い。パパパッと敵を倒す感じです。わかります。アクション映画のようなイメージですよね。そうそう。それに、くのいちっていう名前の響きが素敵じゃないですか？響きですか。はい。なんだかミステリアスな感じがします。その感覚とてもいいですね。でも、どうしてくのいちって言うんでしょう。不思議な言葉ですよね。実はその名前には面白い秘密があるんです。え、秘密ですか？はい。あゆみさん、漢字の女という字を思い出してください。女性の女ですね。そうです。その漢字をどうやって書くかわかりますか？もちろんわかりますよ。では、指で空中に書いてみてください。えーっと、まず、くみたいな線を書いて、ストップ。今最初に何を書きましたか？ひらがなのくみたいな形です。そうですよね。それがくです。なるほど。次はどう書きますか？次は上から斜めにカタカナののみたいな線を引きます。そうです。それがのです。ああ、そして最後は？横に一本の線を引きます。漢字の1ですね。その通りです。くとのと1。これを組み合わせるとどんな漢字になりますか？女という漢字になります。すごい。だからくのいちなんですね。そうなんです。女という文字を分解して読んだのが語源なんです。知らなかった。これは面白いですね。誰かに話したくなります。ちょっとした言葉遊びみたいですよね。昔の人はおしゃべりですね。でも、ケンさん、実際のくのいちってどんな仕事をしていたんですか？やっぱり戦っていたんですか？いいえ、実はあまり戦わなかったと言われています。え、そうなんですか？手裏剣を投げたりしないんですか？もちろん護身用、つまり自分を守るための武器は持っていました。でも主な仕事は戦うことではありません。じゃあ、何をするんですか？情報を集めることです。情報を集める。はい。敵の屋敷、つまり敵の家の中にこっそり入るんです。どうやって？見つかったら大変ですよね。そこで女性であることが武器になります。どういうことですか？例えば、お手伝いさんとして働いたり、ああ、なるほど。踊り子や芸人として入ることもあります。確かに、それなら怪しまれませんね。そうなんです。男性だとすぐに怪しいと思われますが、女性だと警戒されにくいんです。言われてみればそうですね。家事をするふりをして会話を聞いたりするんですね。そうです、そうです。だから、くのいちにとって一番大切なスキルは、戦う力ではありません。何ですか？演技力やコミュニケーション能力です。演技力。なんだか女優さんみたいですね。本当にそうですね。相手に気に入られて、秘密を話してもらう。それが彼女たちの仕事でした。すごい心理戦ですね。
頭が良くないとできませんね。その通りです。アニメの忍者とは随分違いますよね。全然違います。アニメだと屋根の上を走ったり魔法を使ったりしますけど。現実はもっと地味で静かな仕事だったんです。でも逆にリアルでかっこいいです。そうですね。わかりやすく例えると、例えると、くのいちは兵士ではありません。覆面捜査官のようなものです。覆面捜査官。正体を隠して調査する刑事さんですね。はい。またはミステリーショッパーにも似ています。お店のお客さんのふりをして店員さんをチェックする人ですね。そうです。普通のお客さんに見えるけれど、実はチェックしている。なるほど。そう考えるとイメージしやすいです。日常の中に溶け込んでいるのが本物のくのいちなんです。じゃあ、今このカフェにもくのいちがいるかもしれませんね。そうかもしれません。冗談ですけど。でもそういう気づかれないことが大事なんですね。はい、そうなんです。存在を消すというのが忍者の極意ですから。深いですね。派手なアクションもいいけど、賢く戦う女性も素敵です。そうですね。歴史を知ると見方が変わりますよね。本当にそうです。次回、忍者の映画を見るときは違った目で見られそうです。それは良かったです。では、今日の話をまとめましょうか。お願いします。ポイントは3つです。まず1つ目。くのいちという言葉は漢字の女を分解してできました。くのいちですね。2つ目。彼女たちの主な仕事はスパイ活動でした。敵の家に潜入して情報を集めていました。お手伝いさんのふりをするんでしたね。そして3つ目。大切なのは腕力よりも演技力や賢さでした。アニメとは違うリアルな姿ですね。以上が今日のまとめです。ケンさん、わかりやすい解説ありがとうございました。勉強になりました。いえいえ、どういたしまして。それでは、今日のベストフレーズのコーナーです。今回も会話の中から使える日本語を3つ選びました。はい、紹介をお願いします。1つ目は、やる気満々です。オープニングであゆみさんが言われていましたね。はい、やる気でいっぱい、とてもモチベーションが高いという意味です。明日のテスト、やる気満々ですのように使えます。便利な言葉ですね。2つ目は、言われてみればです。言われてみればそうですね。と使っていましたね。そうです。人から指摘されて、確かにそうだなぁと気づいた時に使います。これは会話ですごくよく使えますよ。自然な相槌としておすすめですね。最後、3つ目は、見方が変わるです。物事に対する考えや印象が変わるという意味ですね。はい。歴史を知ると映画の見方が変わりますのように使います。深い理解をした時にぴったりですね。皆さんもぜひ使ってみてくださいね。どんどん使って覚えましょさて、もう終わりの時間ですね。最後に皆さんに質問です。もし忍者のスキルを一つだけ持てるとしたら何がしたいですか？う。面白い質問ですね。変装？足が速くなる？それとも隠れる術？ぜひ YouTube のコメント欄で教えてください。待っています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。聞いてくれてありがとうございました。